10年目に突入した BTS の個人活動が始まりましたね。一時は活動休止の報道が出て混乱しましたが、アーミーとしては個人でも団体でも元気な姿を見せてもらえれば、それで満足という人も多いのではないでしょうか。メンバーの健康が第一です。まさか自分が韓国の男性アイドルに夢中になる日が来るなんて想像もしていませんでしたが、今ではすっかり BTS の魅力にはまっています。そんな目の離せない7人の活動ですが、個人活動のトップバッターは我らの希望 J-HOPE です。今回は先日行われた J-HOPE のリスニングパーティーにSUGAの姿がなかったわけについてお伝えします。J-HOPE のリスニングパーティーが開催。先日 J-HOPE のジャック・イン・ザ・ボックスが発表されましたね。曲調やメイク、衣装どれをとってもいつもの爽やか笑顔の希望さんとは全く違った顔を見せてくれて驚きました。以前からアーミーの間では闇補足がかっこいいと話題でしたが、実は闇補足が大好物というアーミーも多いのではないでしょうか。これまで時々垣間見える程度の闇補足が今回の MV では全開になっています。それにより J-HOPE の知られざる魅力に気づいてしまった人が急増。これまであまり見せてこなかった J-HOPE の新たなる一面をたっぷり見られて嬉しいけれど、闇補足を多くの人に知られてしまって悔しい気持ちもしますね。もしこれまでの闇補足が気になる人はぜひチェックしてみてください。そして曲のリリースに合わせて7月14日には所属事務所ハイブの社屋ビルにてリスニングパーティーが開催されました。ナイトクラブのようにライトアップされた会場の様子は、これまでの爽やかで明るい BTS のイメージとは少し違ったイメージを与えてくれます。パーティーには韓国のセレブやスターたちが大勢出席。アーミーだけでなく、韓流スターや K-POP に詳しい人なら見無題するほどのメンバーだったようです。ビッグバンのソル、ヒョナとドンカップル、チャウヌ、アストロなど BTS 以外は疎いという人でも聞いたことのあるスターたちが勢ぞろい。参加したアーティストや俳優たちが次々にパーティーの様子を SNS にアップしていましたね。それが相乗効果となり、さらに J-HOPE の活動は盛り上がることとなりました。それにしても、これだけのゲストを招待できる BTS の交友関係と知名度には改めて驚かされます。まさに世界の BTS。BTS メンバーも参加。その時の様子は、グラスを片手に笑顔を見せる RM やジン。前に出てきてふざけながらもキレキレのダンス披露するテテやジョングク。ナイトクラブのような場所で BTS メンバーを含め関係者が盛り上がっている姿はこれまでにないレア感を感じました。これまではグラミーやビルボード、はたまた国連などの大舞台で見ることが多く、かっこいいし大好きだけど、やはり緊張感があったように思います。しかし、今回は BTS のホームで行われたパーティー。だからこそ、メンバーもリラックスして参加できたのではないでしょうか。最近の貧困法制な BTS とは違ったアングラっぽい姿が意外でした。また、ジミンやジョングクが女性アーティストと肩を寄せて写真に写っている姿にも驚きましたね。彼らの笑顔に癒される一方ちょっと羨ましくも感じました。何にせよ、元気な笑顔が見られて、アーミーの心は満たされたことと思います。でも、あれ？SUGAの姿が見つけられない？どうしたのかな？ツンデレで有名なだけに終盤になって現れるのかと思いきや、最後まで姿が見えませんでした。一体何があったのでしょう。SUGAが不参加、その理由とは？パーティー終了後、J-HOPE がブライブを配信して1時間30分以上にわたり様々な話をしてくれました。その中でパーティー当日SUGAが参加できなかった理由を話してくれたのです。昨日SUGA兄さんがいなかった話をしたい。
パーティー当日に風邪気味でどうなるかわからなかったので、お互い話をして来ないことになりました。ブライブ終了後、ウィバースにシュガ本人がコメントをしています。昨日の朝から急に熱が出て、まさかコロナかと思って検査を受けるために出席できませんでした。僕もとても残念です。幸い、今は体温も下がったので心配しないで。J-Hope おめでとう。あ、陰性が出ました。心配しないで。ブライブの中で、シュガは着ていく服も決めていたし、メイクもしていく。と話すなど、楽しみにしていたことを J-Hope が教えてくれました。大事なメンバーのパーティー、シュガのコメントからも参加できなかった残念な思いが伝わってきます。そんなお互いの体調や状況を気遣い、尊重し合っている J-Hope とシュガのやりとりに愛を感じますよね。誰よりもメンバー思いで音楽が大好きなシュガのエピソード。シュガって誰よりも BTS を愛しているんですよね。BTS の練習生になった頃はプロデューサーになるのが目標だったシュガ。かつていつかはアイドルを辞めてプロデューサーになると思っていたと語っていたことがありました。でも最近はずっと BTS でいたいと語っています。BTS として活動する中で多くの経験をし、成功をつかんだけれど、その過程には挫折や苦しみも多かったのでしょう。その中で10年かけて築いてきた彼らの絆と関係性が、それぞれのアイデンティティに作用し、化学反応を起こし、一人一人が変化していった結果、今の BTS があるのだと思います。いいことも悪いことも含めて全て受け入れているからこそ、ずっと BTS でいたいという言葉が出たのではないでしょうか。別のインタビューでは、僕らはチームだから誰かが穴を埋めてくれます。ある意味、メンバーをたくさん頼るようになりました。もちろん、それでも責任感を持ってやっていますが、僕が転んでも受け入れてくれる人たちがいると思えるのはいいですね、とメンバーへの信頼と愛が詰まったコメントを残しています。また、シュガの言葉は優しさにあふれています。昔ジミンが自分の歌に自信がない。どうしたらジョングクみたいに歌えるんだろうと悩みを口にしたとき、シュガは、僕はジミンの歌、好きだよ。声もいいよ。とさらっと当たり前のように答えます。シュガの言葉を聞いたジミンが嬉しそうに照れながら笑顔を見せた映像が印象的でした。シュガはその人が欲しい言葉をくれるんだろうなと思います。シュガ自身も過去にうつ病を患うなど悩んだり苦しんだりした経験があるから、その分相手の立場に立って人に優しく寄り添えるのではないでしょうか。時々辛辣な物言いもしますが、それも愛があればこそですよね。そしてシュガといえば音楽への飽くなき情熱。2021年7月9日ネバーの配信アプリ Now を通じて配信されたカムバックスペシャルでは、番組内の企画でジンがシュガになりきってインタビューに答えたことがありました。シュガになりきったジンはどの質問にも音楽作業しなさいよを連発していました。普段からメンバー内で誰よりも音楽制作に情熱を注いでいるシュガの様子が垣間見えますよね。ジンなので冗談も交えていますが、メンバーが爆笑していたということは、普段のシュガに似ていたということでしょう。シュガ本人も、僕は食事と睡眠以外音楽作業しかしてないみたいじゃないか、と笑っていました。その笑顔が可愛くってまたキュンとしてしまうのです。まとめ。さて、J-Hope のパーティーにシュガが参加できなかった理由が分かりました。体調不良だったんですね。少しずつ規制が緩和されてきているとはいえ、まだまだコロナの影響は続いています。また、BTS が日本に来てくれたら嬉しいのになと夢を見ながら、今日も BTS コンテンツを追いかけて自分を癒している今日この頃。知れば知るほど彼らの魅力にはまっていきます。
音楽やビジュアルはもちろん、彼らのマインドからは学ぶことが多いと感じます。BTS メンバーの Love Myself, Love Yourself のマインドは子供たちにも伝えていきたいです。自分を大切にしてあなたを尊重する。うまくいかないこともあるけれど、今日も BTS に癒されましょう。